中国の孔子という人の名前聞いたことある人もあると思うんですけども、孔子さんですねが言ってらっしゃる言葉に「我15にして学を志す、30にして立つ、40にして惑わず、50にして天命を知る、で60にして耳に従う、70にして心の欲するに従う、心の欲するに赴くまま従って範を超えず」という言葉があるんです。それはどういうことかというと、15歳で私は学問を志したと。で30にして独立をするって、今で言えば独立をして、で、40ですね、40歳になって、初めて迷いが、なくなった。で、50歳の時に自分はこういうふうにして生きていけばいいんだっていうことが、こういうのが使命なんだっていうことが分かったと。で60歳になって初めて、いろんな人たちのいろんなことに惑わされなくなったと。で70歳になってでようやく自分がこれやりたいなと思ったことがもうドンピシャでね、その道理にかなって、本当に皆さんにも喜んでもらえるし、自分もこれはっていう、そういう生き方ができるようになったって。で本当孔子といえば本当に天才というか偉人の一人と言われる人で、そういう人でも、30で初めてね独立をして、40、50、60っていくに従って、本当60歳ぐらいになってようやくね、いろんな人たちのいろんなこととか、自分の中のこれもいいかなこれもいいかなっていうのに惑わなくなった、迷わなくなったっていうことを言ってるぐらいで、もう私たちほとんどみんなやっぱり天才じゃない、ね、迷ってる時点で凡人なんですけど、今この方29歳30歳になってらっしゃらないんだと思うんですけども、いろいろ迷う時期だと思います、ね、迷う時期だと思います。でもう私なんかはもう迷いに迷ってっていう人生を今まで来てるので、非常に今、のこの方の心境というのは分かる気がします、分かるつもりでいるんですけど、ただこの方幸せだなと思うのは、自分がずっと入りたかった、学生時代から入りたかった会社に入って好きな仕事をしてるんですよね。で好きな仕事をなさってて、でもふと気がついたら、早くに家を出て遅くに帰ってくるので、お子さんも家族も奥様もいらっしゃるみたいですけど、そのプライベートの時間がないと。でお子さんとか家族のために自分がね時間を過ごしてあげられないとか、そんなことをいろいろ悩んでらっしゃるみたいですけれど、本当に迷いっていうか、今まで何も考えずに本当にひたすら仕事が楽しくて一生懸命やってきて、でこれからももちろん仕事っていうのをちゃんと自分では大事にしていきたい。でそこに対してふといろいろと思うようになったっていうのは、こういう時期が何度も何度もこれから来ると思います。逆に言えば今まで、あまりそういうことを考えなかったっていうことですね。で、この人ハンドボールかな、学生時代にやってらっしゃった、もう打ち込んでやってらっしゃったと思うんですけど、長いこと一つのスポーツを続けてそこに打ち込んできた人であれば、ある程度そんなことも分かるかもしれませんけれども、ハンドボール、例えばハンドボールやっててハンドボールが強くなるってどういうことだったら、ハンドボールに関していろいろな角度から勉強するっていうことなんです。そのハンドボールといっても私もハンドボールという競技をやったことないですけど、例えばシュートの打ち方とか、パスの出し方とか、それから相手の、ゴールに向かっての攻めていき方のフォーメーションとか、いろいろとジャンプの仕方とか踏み切り方とかね、足の踏み切り方とか、もうハンドボールっていう一つの競技を考えた時にものすごくたくさん勉強していかなければいけない要素となるわけですよね。でそういった要素をいろいろとこういうふうこれもいいんじゃないか、こういう練習方法もいいんじゃないかっていうふうにして、いろんな角度からハンドボールを見て、いろんな角度から検証していく、ハンドボールを研究して勉強していくということによって、自分のハンドボールプレーのなんていうんですかね、自分のスタイルっていうのが形成されていくんです。
最初はかっこいい人の憧れでああいうのいいなと思って真似をしてるんですけど、自分なりの投げ方、自分なりの走り方、自分なりのシュートの打ち方、いろんなものがこうだんだんいろんな角度から考えて実験してってやっていくうちに、自分なりのハンドボールのプレーというものができるようになっていきます。まさに人生ってそういうもので、仕事一つとってももういろんな角度から自分の今やってる仕事っていうものを工夫して、こうしたらもっとお客さんに喜んでもらえるんじゃないか、こうしたらもっと結果が出るんじゃないかっていうことを検証していくわけですよね。で、そういうことに加えてですね、ふと今までそれは仕事のことだったのがふと今度自分のもっと長い目で見たライフスタイルとか家族のこととか、そういったことに対して今意識がひょっとしたら向いてきてるのかもしれないですね。でそれは悪いことじゃなくていいことなんです。でそれが、ある意味でこれから人間として成長していく過程での正しい迷いなんですよ。家族のことって俺ほったらかしにしてないかな、子供ともっと時間過ごしてあげなきゃいけないかなと、いろいろとそういうことについて思うっていうことは悪いことではないんですね。でそういうことにまた悩んで、ただ、今30前ということで、仕事に関して一生懸命今までやってきてその仕事が好きで、家族とかプライベートとかそういうことをに対しても最近はいろいろとちょっとこんなんでいいのかな、仕事ばっかりでいいのかなって思ってらっしゃるっていうことなので、あえて今私から少しアドバイスをさせていただくとしたら、だから仕事をもっとちゃんと見直した方がいいかなと思ってます。私はそれが一つの答えです。なぜかというと、仕事、質問の中では細かくは言ってないんですけど、仕事をしてると言っても仕事っていろんな仕事があると思うんです。でこの方が今自分会社でどういうお仕事なさってるか分かりません。営業なのか分かりませんし、技術職なのか分かりませんし、どんなお仕事なさってるかはちょっと分からないんですけれども、自分がその仕事によって人に喜んでもらえたり、会社に大事にされたり、お客さんに価値を提供するというようなスキルを磨いてると思ってほしいんですね。自分が生きていく社会の中で必要とされていくというためのスキルを磨いているということなんです。仕事をするっていうのは、だから仕事をするっていう言葉で言ってしまうと、なんかこんなことやっててと思うんですけど、例えば本当に私いつも自然の話してるんですけど、自然界の動物でライオンが毎日狩りをして獲物を取ってくる。これ毎日狩りをして走って獲物をかけてるっていう、これだけで俺の人生いいんだろうかって悩んでるのと同じなんです。自分が生きていくための糧を得ていく、それを、そのスキルを仕事を通して毎日お給料もらいながら磨いてるって考えた時に、自分の家族を大事に思うのであれば、ある時期まだね、特に30前とか若いうちですから、ある時期、やはり自分が好きでその仕事をしてるであればなおさらですね。嫌いだったらこれちょっと考えて違う仕事をやった方がいいかもしれませんけど、好きで自分がその仕事をなさっているのであれば、その仕事っていうものがまた将来的にね、それをずっと続けていくことによって、これは本当に自分が大事にしていくことによってですね、本当に多くの人に喜んでもらえたり、あるいはちゃんと自分もお給料がこれで上がっていくっていうことの見込みがあるのであれば、もっと極めた方がいいと思いますね。そんな中途半端にしないで。で、自分がそこをある程度今まで一生懸命やってきてマスターしたと思っているのであれば、ひょっとしたらそれはうぬぼれかもしれない。世の中を見渡してみると、自分の代わりもっといい仕事をする人たちはいっぱいいるわけですから、そういうものに向かって生涯自分のスキルを磨き続けていくっていうことをやらなければ、自分の家族を支えていくっていうこともやっぱり男としてできないわけです。さっき言ったように、野生の動物が獲物を取るために飛ぶスキルを磨く、走るスキルを磨く、ジャンプするスキルを磨くっていうことをやってると思ったら、俺こんなんでいいのかな、毎日ジャンプしててとか、俺こんなんでいいのか、毎日走ってばっかりいてとか、おかしいですよね。そのことに対して疑問に思うということが。それと家族を大事にするとかプライベートの時間を作るってことはまた別の話なんです。ですから男であれば、男女関係ないかもしれませんが、自分がそれによってお金をいただいて糧を得てるっていうんだったら、しかもそれが好きなんであれば、徹底的にそのスキルは磨いた方がいいですね。ある時期、もう夢中になって磨くということはとても大事だと思います。でやっぱり30
25ぐらいまでにはもう誰から見てももうこれだったらこいつに任せておけば大丈夫っていうぐらいもうこれといえばこの人っていうそう言われるぐらいのスキルが身についてなければ逆にダメです、ね、そんな中途半端に家族とかそんなことを今思う必要はないんですね。大富豪でもないわけですから、ね、もうリタイアした人であればまた別ですね。で、まあいろいろと世間ではいいパパ像お父さん像みたいな映画とかでもねなんかこう仕事と家庭との両立みたいなものに悩む男性像っていうのは映画なんかで出てきますね。で特に例えば私よく言うんですけど警察官とか消防士とかねアメリカ映画とかね刑事とか警察官とかねああいうもののミッションなんとかってなるとそうするとその警察官がなんか妻との大事な誕生日の約束の時間に事件が起きたがために間に合わなかったりとか子供のベースボール大会に行けなかったりとかそして奥さんとちょっと険悪なムードになってねでキッチンで奥さんがこう怒ってるのをねちょっとこうしょんぼりしながら仕事を終えて帰ってきて言い訳は何もしないんです主人公は。それであなたはいつもそうねみたいなことを奥さんが言ってでご主人が悪かった約束を忘れてたわけじゃないんだけれどでねそう言ってでだんだんこう夫婦仲が悪くなってっていうなんかそんなシーンあるじゃないですか。でああいうものを見過ぎなんです見過ぎなんです。であれは必ずしも正しいメッセージじゃなくて間違ったメッセージをともすれば映画を通してみんなに与えてしまっていると私いつも腹が立つんです。なぜかというと、ね、警察官になる消防士になるとか、ね、だってそうじゃないですか。下手すれば自分の命を捧げて誰かを助けるという仕事を選んだ夫を選んだ妻が、ね、誰かのために命を捧げようとして、必死で働いてるっていう旦那をたかだか誕生日ごときで子供のベースボール大会ごときで、ね、そこに来なかったわねあなたはいつもそうねって責めるんだったら警察官と結婚するなという話です。素晴らしい仕事をしているわけですよね。これがなんて言うんでしょう旦那さんが子供のベースボール大会をほったらかしてなんか酒飲んでたとか遊んでたっていうんだったら別ですよ。でももしこれで子供のベースボール大会にパパは来なかったというんであればあなたのお父さんは、ね、ベースボール大会には来なかったけどあなたがベースボール大会で一生懸命プレーしているのと同じようにお父さんは誰かのために一生懸命戦ってるのよってお母さんが言うべきなんです。それが母でしょ。でもそれをしないでパパは来なかったとかって言って、ね、それ妻失格ですね。でそういったなんかこういろんなこう浮世のなんていうんですかねチャラチャラした映画とかなんかこうそういう話とかなんかそういったことに自分自身の本質を奪われないでほしいんです。でこの質問の方自分のその感性とか自分の大事なこととか好きなことそれは大事にしたいっていうなんかねそういうポリシーがある方だなって質問見てて思うんですけどだったらそれはやっぱこう貫かなきゃいけないんです。で今本当男性がね弱いって言われる時代になったって言われるんですけど男性が弱いって男性の責任もありますし女性が真の男性っていうものを見る目がなくなっているというところもあります。ですから男性が金を追っかけ始めたらおしまいですよ。男性が権力とかね地位を追っかけ始めたらおしまいなんです。男性が女のケツを追っかけ始めたらごめんなさい女って言い方女性のお尻を追っかけ始めたらおしまいなんです。男性っていうのはその人をお金が追っかけてこなきゃいけないその人を地位が追っかけてこなきゃいけないです。その人を女性が憧れてついてこなきゃいけないんです。そういう人になってほしいんですね。でそういう人になる気がついたら当然お給料も余力も出てきて家族っていうものも当然大事にしていくっていうことが大事にするっていうことの定義が何かっていうところなんですけどもうちょっと時間を作るっていうことができるようになるかもしれません。でも本当にみんな子どもたちもそう奥様もそうもうこの方自身も一生懸命それぞれサボってるわけじゃないじゃないですか。奥様は奥様で子どものことを一生懸命面倒見てたり家を守ってたりご主人の帰りをねご飯作ってたりもう立派な生き方をしてらっしゃるし自分は外で働いてくるってことを今はねやってで稼いでいくっていう状態ですね。ここがちゃんとバランスが保てててこんな素晴らしいことはないと思うんです。
でたとえねその子どもたちと過ごす時間がなくても必ずそうやって一生懸命仕事をしている。それで家庭を振り返らないでよそのクラブばっかりなんとかキャバクラばっかり行ってるのって話は別ですけど、自分が本当に仕事が好きでそこに打ち込んで自分自身のスキルをもっと伸ばそう、もっとお客さんに喜んでもらえるようにしようということに一生懸命生きてらっしゃるんだったら、必ずそれはその後ろ姿っていうのは普段見えなくても子供に伝わります、ね、けど自分がいい加減に生きてたらやっぱりそれは伝わらない。でこれ私自身の体験なんですけども、私も父親であり師匠ですけど、一度も家族揃ってみんなで旅行するっていうこと小さいうちはありませんでした、ね、で外食すらありませんでした。で私の父親は東京で大学の先生をしてて、大学を辞めて、お坊さんになって愛知県の、今の私がいるところに来て、で自分で起業してお坊さんやりながら幼稚園を作ってで、ずっと働いてきた人なので、もう夏休みとか今でも思い出すんですけど、夏休みとかになんていうんですかね、僕らって私と兄弟が兄貴と妹がいるんですけど、僕たちが布団に入って夜寝ると母親と父親の口喧嘩してるのが聞こえてくるんです、声が。で寝たふりしながら聞いてると何かというとですね、やっぱりね女性ですね、母親も女性なのでお盆とかお正月ってお寺一番忙しいので、みんながお父さんたちにどっかに遊びに連れてってもらったっていう時に、僕らは遊びに連れてってもらった経験がないんです。で夏休みの思い出っていう絵を描こうとして描く宿題があっても、潮干狩りに行ったとかどっか遊びに行ったとか、ね、なんか虫取りに行ったとかあるんですけど、そういったことをどっか遊びに連れてってもらったっていう思い出は描けないんです、ないから。代わりに衣着てお盆の手伝いをってずっとお経を読んでたりとか、そんなことで毎年過ぎていったんですけど、そのことによって父親を恨んだりとかっていうことは一切ありません。お父さんが一生懸命働いてるっていうのは分かってましたから。で、もう多分ゲームもなかったしね、兄弟喧嘩する以外は父親母親とそんなに遊んでもらったってそんななかったですね。ただちょっとこれは提案なんですけど、ぜひもしやるだったらやってみていただきたいんですけども、私たちが兄弟ですね、学校行くようになってまだ小さい時です。学校から帰ってくると父親も母親も家にいないんです。忙しくって誰もいないんです。で、そうするとうち帰ってくるといないんですけど、お腹空いたなって言ってね、で妹とかと一緒になんか食べるものないかなって、そしたら机の上にこのメモが書いてあるんですけども、このメモにですねちょっとお父さんとお母さんが忙しいから留守にしてるから、で留守の間ね泥棒さんが来たりとかねいろいろするかもしれないから、ちゃんと宿題をやってで家を守っといてくれって、泥棒が来たらちゃんと守ってくれ、お客さん来たらねこうしてやってくれって言って、でお父さんお母さん帰ってくるまでにちょっとやっておいてほしいことがあるのでちょっとよくこれを読んでくれって手紙が書いてあるんです、短い手紙が。でそれ見るとですね、どこどこの部屋のねお父さんの部屋の一番左側にあるタンスの一番下の引き出しを開けなさいって書いてあるんですよ。でそのメモを持ってお父さんの部屋入っていくわけです、ドキドキしながらね。でそれでタンスの引き出しこうやって開けるとそこにまたメモがあるんです。でそれと今度は、お寺のその本堂の何々さんの仏様のね裏に行きなさいっていうんで、そこに行くとまたメモがあるんです。でそうするとずっとメモがあって、でそのメモを探しながら家中旅して歩いて、これかこれかって言いながら、で最後は冷蔵庫の中のお菓子にたどり着くっていう、でそういうことをしてくれてたんです。だからうちに帰ってきて、通常ならね寂しい思いをさせてみたいなことになるんでしょうけど、僕らは全く寂しくなかったです。いなくても遊んでもらってる気になってましたね。でとにかくそういうふうにして自分がうちに帰れない、子供になかなか会えないであれば会えないなりの工夫っていうことがあるんですね。ですからそういったことを工夫していくっていうことによって子どもたちはお父さんがいなくてもいくらでも愛情を感じるってことがあるわけです。例えば漁師さん、兵隊さん、自衛隊のね自衛隊さんとかもそうですけど、漁に出たら1ヶ月とか2ヶ月とか帰ってこないっていうお父さんだといますね。でも漁師さんの子どもたち立派に育ってますね。自衛隊とか兵士の方々の方も戦争に行ったりとかね、いろんなそれこそ震災の時でもお父さん助けに行った時にはもう本当に何ヶ月も帰ってこないということってあるわけです。でもそういう子たちの
そういう人たちの子どもたちがじゃあ、グレてしまって変なふうに育つかってそんなことはありませんね。ですから、とにかく大切なことは自分がねこういうスキルを身につけてこういうふうにして自分は、お客さんに喜んでもらえるってそういう人に、そういう、働き方をしたいんだってことを常に奥さんとか子どもたちに言って聞かせるっていうことです。だから必ず子どもたちもそれを目指すようになります。その上でもしね家族も大事にしたいなという気持ちがあるのであればいずれそうやって一生懸命働いていらっしゃれば必ず、スキルを身につけてそして、精神的に時間的に余裕ができるタイミングっていうのがいずれ来ると思います。でもそれまでの間じゃあ家族を大事にすることができないのかって言ったらそんなことはない。先ほどの話みたいに必ずしも休みの日にはきっちり子供たち奥さん連れてディズニーランドに行くのがいいパパだってことはありません。全然そんなことないです。子供たちはそんなことを望んでません。近所の公園でもいいし公園行けなくても本一冊読んであげることでもいいし一緒に遊んであげることでもいいしじゃんけんぽんするだけでも子供はどれだけ喜ぶか。もっと言うと子供たちが一番嬉しいっていうのはお父さんとお母さんと手つないで寝ることなんです。どっかに遊びに行くことじゃないんです。特にちっちゃい子供は、大きくなる中学生ぐらいだとうざがられますけど小さい子ってそうですよね。お父さんとお母さんがいるんだったらお父さんとお母さんが一緒に子供といるっていうことそれがものすごく子供にとって幸せなんだっていうことを忘れないでほしいんですね。いろんなどっかテレビでドラマとか周りの人たちが言うように遊びに連れて行くとかどこかテーマパークに行くっていうことは必ずしもいいパパじゃないっていうことですね。むしろ私から言わせれば工夫がなさすぎる。工夫が全くないですよね。誰かが作ったテーマパークに子供連れて行って子供と奥さんが喜ぶこんな楽な家族サービスないですよ。工夫してないんだもん。何にもなりません。何にもなりません。なんか変なお菓子買ってなんかディズニーとか言って育つ発想のない子になっちゃう。むしろ何にもないところでどうやって子供と遊ぼうかなってどこも連れていけないけどうちの中でどうやって遊んであげようかなっていうことを考えるほどよっぽどクリエイティブな子供に育つんです。ですからぜひですね仕事もやらなければいけない家族も俺の人生って何なんだって悩むかもしれませんがどっちも今大事にできます、ね、大事にするということはどういうことなのかっていうことをもう一度ね、何か今私の話したことでヒントがあればご自身でクリエイティブに考えてみてください。仕事も時間がないなりに家族も大事にすることできますよね。それから仕事っていうのはとにかく大事にしてほしいと思います。これをいい加減にやって子育てもファミリーもクソもないです、ね、男が仕事をきっちりするっていうことはもうとても素晴らしいことだしそれは社会を潤していくことになるし家族を潤すことになるので自分がその仕事が好きならとことんそのスキルを若い物覚えのいい柔軟性のあるエネルギーのある時に高めておかなかったらいつ高めるかっていうことになりますね。ですから今からなんかこうなんていうんですかね引退したセミリタイアしたような、ね、人のふりをする必要は全くありませんし周りの友達と合わせる必要もない。とにかくこれだけは俺は譲れないっていうものをきっちり確立するということが今のこの方の役割だと思うのでそれをやる。その上で時間がないならないなりにさまざまな工夫をしてお父さんとして旦那と夫としてね奥様お子さんにできることっていうのは考えてみてください。趣味だって持とうと思ったら持てるはずなので、そんなことで、とにかく周りの普通幸せな家族ってこういうものよねって映画が作ったものとかテレビドラマが演出しているものに惑わされずに自分の家族の幸せ自分の生き方っていうものをいろんな角度から今悩んで考えて俺はどういう生き方をしたいのか家族とどうありたいのかっていうことを今ね工夫して考えていくことによって40にして惑わず40になった時に、ね、ある程度の方向性っていうものが自分でビシッと定まってきますからまだ10年ぐらいありますのでいろいろといろんなことを突き当たりながら悩んで考えてその度に中途半端に考えないで深く深く掘ってですね自分の人生というものを明らかにしていくということをしていただければ必ず10年後20年後自分の中で花開いてくるもの確固たるものっていうのが出てくると思うので真の
男になれると思いますから、ぜひね、励んでいただければと思います。